はい、こんにちは、てんぱぱです。今日は青軸の特徴、青軸の魅力、そして自分に合った青軸の探し方など、青軸に関して徹底解説していきます。はい、今日はですね、青軸について解説していくわけですけども、皆さんも青軸っていう言葉自体は聞いたことあるかなと思います。こんな感じの写真もですね、皆さん見たことあるんじゃないかなと思いますが、青軸というのはクリッキースイッチのことなんですけれども、そもそもなんで青軸っていうのという話から始めていって、青軸の魅力、自分に合った青軸、クリッキースイッチの探し方、そしておすすめの青軸、クリッキースイッチをですね、紹介していきますので、ぜひ最後までご覧になっていただいて、ぜひ青軸マスターになっていただければと思います。はい、ちなみにてんぱぱ TV ではこんな感じで青軸、クリッキースイッチも含めた、キースイッチの紹介定期的に行っています。キーボード初心者の方、そしてマニアの方、どちらの方に対しても楽しんでいただけるような内容を心がけていますので、ぜひチャンネル登録いただいて、見逃したぜってならないようにしていただければと思います。それでは早速本編スタートです。はい、それでは早速、まず青軸とはという話できればと思います。で、青軸っていうのはですね、クリッキースイッチのことを指しまして、名前の通り、クリックしている感覚を楽しめるというのがこの青軸の特徴となってます。で、フォースカーブと言われるですね、キースイッチがどのように反応するかというグラフがですね、こんな感じで波を打ってるのがわかるかなと思います。で、ちなみに、はい、こちらがリニアスイッチのフォースカーブになってるんですが、見ていただいて比較するとわかるんですが、キースイッチを押している感覚を楽しめるというのがこのクリッキースイッチの特徴という感じになってます。で、クリッキースイッチはですね、後ほど、音聞いてもらいますけれども、かなりカチッカチッっていう音が出ますので、静かなオフィスでは非常に鳴り響いて、白目で見られる可能性もありますから、その点はちょっとご注意いただければと思います。で、ちなみに、この青軸、クリッキースイッチの中でもですね、音がかなり、個体差がありまして、例えば、っていう、こんな感じのですね、少しクリッキー感が弱めといいますか、優しめのキースイッチもあれば、はい、こんな感じで結構クリッキー感が強めのキースイッチもあるので、この青軸、クリッキースイッチの中でも結構この強弱だったり、音の音色のところで違いが出てくるという点もですね、このクリッキースイッチの面白い点というふうに思っていただけるといいのかなと思います。で、ちなみにこの青軸、クリッキースイッチがこのような音が出る仕組みなのですが、主に2つあると思っていただけるといいかなと思ってます。まず1つ目が、はい、こんな感じでですね、ステムの下についているパーツがピョンと跳ねて、カチッっていう風な音がするパターンが1つ目。続いて2つ目がですね、はい、ここ見えますかね、クリップみたいな箇所がここについてるかなと思いますが、ここからステムで弾いてカチッっていう風にですね、音を鳴らすパターンというのが2つ主にあると思っていただけるといいのかなと思います。で、当然構造が変われば音が変わってくるので、先ほどちょっと優しめって言ったこっちがですね、弾くようなパターン、弾くってごめんなさい、ステムの下のパーツが跳ねるパターン、そしてこちらのちょっと強めだよって言った方がこちらのですね、クリップを弾くパターンになりますので、やっぱりどっちの構造を取るかによってもこのクリッキーの音、クリッキーの感覚が変わってくるというのは面白い点かなと思ってます。で、この点よく考えたなって思うような構造だと思いますが、かなりですね、この辺の改良が加えられていて、後ほど紹介しますけども、こちらのキースイッチに関してはまたちょっと違う、クリップ弾く構造に似てるんですけど、若干違う構造をとってたりするので、その点含めてですね、非常にクリッキースイッチの中でもこの音色が変わってくるという点はかなり好みが出ると思いますし、ぜひ、このまずクリッキースイッチの感覚を試したいという方に関しては、近くの家電量販店行っていただけると、おそらく青軸のキーボード1つぐらいはあるかなと思いますので、試していただいて触っていただくといいんじゃないかなと思います。で、家電量販店、BGM でクリッキースイッチ、青軸のですね、うるささっていうんですかね、その点は消されてしまう可能性ありますけど、こんな感じかっていうのはですね、感じられるかなと思いますので、ぜひその衝撃、味わっていただいて、私自身も、なんだこらっていう風に驚いたんですけど、その楽しさを味わっていただけるといいのかなと思ってます。で、ちなみになんで青軸っていうのっていうところなんですけども、それはですね、チェリー社が最初にこのクリッキースイッチ作ってるんですが、その時のステムの色が青だったからという形です。で、これカイルの会社の、クリッキースイッチになるんですけど、ここの部分、ステムがですね、青色になってると思います。これたまたま青なだけで、例えばこれとかになってくるとピンクになってくるので、もう今はですね、この辺、かなり自由度があって、ステムの色変わってますけども、最初はここが青だったというところで、青軸と呼ばれているという感じです。はい、それでですね、次の章では、青軸クリッキースイッチの魅力をですね、存分にお伝えできればと思います。はい、そしたら青軸クリッキースイッチの魅力ということで3点私の方からお伝えできればと思います。それではまず1点目なんですけども、押してるぜっていうこの感覚がめちゃくちゃ楽しいです。で、これまで赤軸リニアスイッチを使い続けてきた人、
とか、あとはキーボード、ノートパソコンのパンタグラフ式のですね、キーボードを使い続けていた方にとっては、この青軸クリッキースイッチの感覚は楽しいっておそらく9割の人は感じるんじゃないかなと僕も思います。で、私自身も実際そうでしたというところで、先ほどちょっと音聞いてもらいましたけど、このですね、はい、こういう感覚だったりとか、はい、こういうですね、カチカチカチっていう音はですね、まさに押してるぜ、クリッキーだぜ、スイッチだぜっていう感覚を始めますから、その点はですね、やっぱりこのクリッキースイッチのおすすめなポイントかなと思ってますので、ザタイピング体験をしていると、タイピングをやってるんだぜっていう風に感じたい人にはかなりおすすめのキースイッチの種類かなと思ってます。続いて2つ目というところなんですけれども、打ち間違いが少ないという点は私お伝えできればなと思ってまして、この赤軸リニアスイッチを使ってると、スッっていい意味でも悪い意味でも入ってきますから、ちょっと押し間違えちゃったっていうところあると思うんですけど、この青軸クリッキースイッチに関しては、はい、先ほど見ていただいたようにこんな感じで山がありますから、押し込まないと入力が感知されないということを考えると、この触っちゃったっていうことでの間違った入力というところは避けられるというところも含めてですね、このクリッキースイッチおすすめだなと思ってます。で、私自身も全てのキースイッチを青軸にしたのは今回これが初めてなんですけど、ただ何か重要なキーのところに私は割り当てしてたりするんですけど、そこの部分に関してはクリッキースイッチをわざと当てていて、ちょっと押しにくくしてるというような工夫も私してますから、そういうような使い方にもできるというのがこの青軸クリッキースイッチのいいところかなと思ってます。ちなみに3点目なんですけど、どやれるという点はあるかなと思ってまして、これ魅力なのかと言われるとなかなか難しいんですけど、ただですね、クリッキースイッチ青軸を選ぶ方ってのはかなりレア、珍しいというのは事実かなと思ってます。なので、なんじゃこりゃという風に周りの人から思ってもらえるという点はですね、非常にいいんじゃないかなと思ってますし、目立ちたいという方にとってはこのクリッキースイッチ、個人的には非常におすすめになってますので、そういう意味でも、この目立ちたい方はですね、このクリッキースイッチ選んでいただくといいのかなと思ってます。はい、それではですね、たくさんある青軸クリッキースイッチの中からどうやって自分の好みを探せばいいのかというところで、ここでは基準の4点をお伝えできればと思います。それではまず1点目なんですけども、重さという点はお伝えできればと思ってます。で、重さに関しては、この青軸を売っているキーボードのサイトとかに行っていただくと、はい、こんな感じで、グラム数が書いてあると思いますね。ここがですね、このキースイッチを押して最後まで行くところに必要なグラム数、重さという感じになってます。で、大体この重さ、クリッキースイッチ青軸だと私の感覚なんですが、統計なんですけども、50から65グラムの間に収まることが多いかなと思います。なので、赤軸リニアスイッチのように、軽いと 30g、重いと 70g っていうここまでの幅があるというのはあまり青軸クリッキースイッチでは見かけないというところになります。とはいえですね、ぜひチェックいただけると分かるんですけども、このたった50から65の幅でもやっぱり重い軽いがありますから、押してみて自分の好みを探すというところはですね、ポイントかなと思ってます。ちなみに、家電量販店できっとよく置いてある、はい、こちらのクリッキースイッチ、チェリー社のものになりますけど、こちらはだいたい 60g という風なところがありますので、これを重いと感じるかどうかで、自分よりそれより重いのを買うのか軽いのを買うのかという判断に使うのはいいんではないかなと思ってます。続いて選ぶ基準の2点目というところなんですけども、何の素材が使われているかという点はチェックいただけると非常にいいんじゃないかなと思ってます。で、素材というのはこのボトムハウジング、トップハウジング、そしてステムというですね、このキースイッチを構成する3要素が主なんですが、ここに何が使われているのか、何の素材が使われているのかによって打鍵感、打鍵音に変化があるというのは間違いないです。こちらのですね、動画でコトコトキーボードの作り方というテーマでお伝えした回があったんですが、この中で、キースイッチの素材の組み合わせによって音がコトコトになるのがあるよという点をお伝えさせていただいてはいるんですけど、そこと同様の話です。クリッキースイッチなのでカチカチっていう音が鳴る分、あんまりそこの打鍵カントとか打鍵音の部分がカチカチによって書き消されてしまう部分あるとは思いますけれども、それでもやっぱりスムーズに打ちたいという方っていうのは多いんじゃないかなと思いますので、そこはですね、ちょっとその素材を見ていただいてスムーズな組み合わせなのかどうかという点はチェックいただければと思いますし、あとはやっぱルブと言われる、はい、こちらでルブの話してますけれども、このような写真に出ているようなですね、オイルだったりグリスを使ってスムーズにするという改造をキースイッチに施すということができるんですけれども、あんまりクリッキースイッチに関しては、これやりすぎてしまうとクリッキー感がなくなってしまうというところもありますからお勧めされてないんですが、ただファクトリールブという形でキースイッチの中には工場でルブがされているようなキースイッチ、例えば
これとかはまさにそのキースイッチなんですけども、そういうキースイッチ最近出てきてますので、キースイッチを探してですね、こんな感じで、ファクトリールブが Yes と書かれているものに関しては、キースイッチがルブされているものになりますので、そういうキースイッチ買っていただくと、少なくともある程度のスムーズさっていうのは手に入っているキースイッチだと思っていただけますので、その辺の素材だったりルブしているかという点はぜひチェックいただいて買っていただくと、このスムーズな打鍵感になるというところは手に入るんじゃないかなと思います。続いて3点目なんですけども、クリッキー感というところはお伝えできればと思います。で、これはもうまさに青軸クリッキースイッチに独特な判断基準かなと思ってます。で、先ほどもちょっと触れましたけど、このクリッキースイッチによって全然このクリッキー感変わってきます。で、クリッキー感が強いものもあれば弱いものもあるし、そのクリッキーの程度もやっぱ違ってきますので、ぜひチェックいただいて自分で見極めるといいのかなと思います。で、先ほどもせっかく紹介したんですが、とはいえせっかく5つあるので、ちょっとこのクリッキー感、聞いてもらえればと思います。じゃあちょっとまずはこの、これですね。これ聞いてください。これがこちらになります。で、続いてじゃあこちら、聞いてみてください。こちらでした。やっぱりさっきのとこちらと比べたときに、こっちの方がクリッキー感が大きかったっていうのはあるかなと思います。こっちの方が軸を弾いてる、クリップを弾いてるからという構造もあるんですが、少なくともこっちの方がですね、より弾いてる感聞こえたんじゃないかなと思います。そしたら次ここでちょっと試してみます。いかがだったでしょうか。こちらもですね、クリッキー感弾いてる感があったかなと思います。これも聞いてみますね。これはですね、よりなんか優しいというか透明感のある音だったんじゃないかなと思います。そしたら最後にこれ聞いてください。これもクリッキー感かなり強かったかなと思います。聞いていただいたように、こんな感じで5つですね、試してみても全然そのクリッキーの音が違ったし、やっぱりこれ押してる方は押してる方でより分かるんですけど、この押してる感覚も重さもありますけれども、素材もありますけど、ルブもありますけど、やっぱり全然違いますので、その点このクリッキー感のところは絶対に好み出ますから、可能であればいくつか試していただいて自分の好み探すのがいいんじゃないのかなと私的には思ってます。続いて4つ目なんですけども、機能という点はお伝えできればと思ってます。例えばこのキースイッチですね、ここの部分に透明になってるのが分かるかなと思います。見えますかね。ここの部分になります。で、こんな感じでここにですね LED のディフューザーがついてまして、 LED のキーボードにつけた時に拡散してくれる効果があるというような機能が加わってるキースイッチです。で、ちなみに今度こちらのキースイッチに関しては、こんな感じで写真今度載せますけれども、デュアレールという形で、このステムの横のところ、サイドバーというふうに呼びますけど、ここのところがデコボコになっていて、このデコボコが組み合わさることによって、ブレが少なくストロークできるというような、ガタつきのない打鍵ができるというような、機能がついているキースイッチになってますので、クリッキースイッチの中にも、さっきのこのぐらつきだったりディフューザーのところだったりっていう機能を追加されているものがありますから、クリッキー感というのを3つ目でお伝えしましたけど、それプラスアルファで機能という点も着目するとですね、自分の好みに合ったキースイッチが見つかるのではないかなと思います。さてここまでですね、青軸クリッキースイッチの特徴とか選び方ご紹介してきましたが、結局どれ選べばいいのっていうふうに思うかなと思いますので、年間100個以上試してますから、私がですねこの、先ほど5つの中紹介しましたけど、そこからですね3つ紹介させてもらえればなと思います。それではまず1個目なんですけど、こちらのですね入力速度が速いカイルのスピードピンクというのをお勧めしています。で、こちらですね、通常 2mm 前後が多い中で 1.1mm という短さで入力を感知してくれるキースイッチになってます。で、スピードっていう風に名前がついているように、素早くタイピングしたいという方にはおすすめのキースイッチで、ゲーミングの要素だったり用途だったりで利用したい人というのにはおすすめのキースイッチになってます。それではせっかくなので、ちょっと先ほど聞いていただいてますけども、このせっかくなのでですね、このキースイッチ単体の音を聞いてみてください。続いてはクリアな音が特徴的なこのカイルの Arctic Fox クレキースイッチがおすすめとなってます。で、先ほど機能のところでご紹介したキースイッチになるんですけど、ここにLED を拡散させるディフューザーがついているというところと、あとはこの結構クリッキーの音が好きでして、1回購入したんですが、追加で購入したキースイッチになってます。で、重さがですね、しかも 53g という形で比較的軽めの方なので、
軽いタッチで入力できるという点もかなり気に入っている点になります。で、クリッキースイッチ挑戦したいんだけど重すぎるとちょっとやだなーって思う人も多いかなと思いますが、そういう方にはぜひおすすめなキースイッチになってます。要はこの引っ越しっていうんですかね、リニアスイッチとか、もしくはタクタイルスイッチからクリッキーに行きたいという人ができるだけ近いところからクリッキースイッチに導入入っていきたいという方にはですね、この 53g という重さが非常にいいかなと思いますので、ぜひこの導入機としてご検討いただけるといいかなと思います。それではせっかくなので音を聞いてみてください。はい、それで最後にご紹介するのがこちらのですね、デュアルレールで安定感のあるギャテロンから出ているメロディッククリッキースイッチになってます。で、先ほど写真でも載せましたけど、はい、こんな感じでステムにデコボコがついていますので、安定感のあるステムの動きを実現しているというのが特徴的です。また音もですね、この後聞いてもらいますけれども、先ほど聞いていただいたキースイッチたちの中でもちょっと違うキースイッチのクリッキースイッチになってます。で、こんな感じで、はい、音を出すところのですね、構造がピンというかクリップのようなものを弾くんではなくて、金属を弾いて、音を出しているような感じになってますので、この点がおそらくこのカチカチ感のところの打鍵音打鍵感のところに変化を与えているんではないかなと思います。それではせっかくなのでこちらの音も聞いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。3つご紹介させていただきましたけども、それぞれのクリッキースイッチに音、そして打鍵感のところがですね、だいぶ違ったのがわかるかなと思います。こんな感じでクリッキースイッチ、音を楽しむという観点からも楽しめるキースイッチになってますので、ぜひ一回手に取っていただいて楽しんでもらえるといいのかなと思ってます。で、最後にせっかくなので私が今回動画のために作ったこの青軸だけのキーボードをですね、聞いてもらえればと思います。で、比較対象としてこのリニアスイッチ、そしてタクタイルスイッチのバージョンもですね、載せておきますので、音の違い楽しんでいただければと思いますし、クリッキースイッチだけで自分のオフィスでとか自分の居場所でこのクリッキースイッチだけのキーボードを使えるかどうかという判断にも使ってもらえればなと思います。それではどうぞ。
はい。おすすめのキースイッチいかがだったでしょうか。これいいなって思ってもらえる青軸キースイッチですね、探していただけたら、見つかっていただけたら非常に嬉しいなと思ってます。で、ここでは青軸クリッキースイッチを購入する際の注意点を一つお伝えできればと思ってます。それはですね、何度もちょっと言っちゃってるんですけども、クリッキースイッチが打てる環境ですかという点はぜひご検討いただければと思います。で、さっき聞いていただいて、もしかしたら分かったかなと思いますが、クリッキースイッチ、音が結構やっぱうるさいんですよ。なので、カチ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 っていう音が一生オフィスで鳴り続けるという環境を想像していけるかどうかというのは判断いただければなと思います。で、私はですね、これまでキーボードに全て青軸というのを初めて今回作ったんですけど、ただ、今まではこの例えばですね、ここの部分に私は入力切り替えのキーを置いてるんですが、そこで青軸を入れるという形で1箇所だけにクリッキースイッチ青軸を当てるという使い方をしてて、これ結構私はいいなと思ってるんですね。先ほど打ち間違いの観点からもここの部分かなり使ってるんですけど、こういう形である部分だけに青軸クリッキースイッチを使うというのも一つのアイディアではありますので、そういう形でクリッキースイッチを使うというのもいいんじゃないかなと思ってます。で、もし皆さん動画をご覧になっていただいて、こういう形で使えば苦情来ないよというアイディアがあれば、ぜひコメント欄から教えていただけると私自身非常に嬉しいですし、おそらく他の視聴者の方々も気になっている部分かなと思いますので、ぜひ教えていただけると嬉しいですという感じです。とにかくこのクリッキースイッチ青軸をですね、導入する際には周りの人たちのことを考えてみるようにしていただければと思います。はい、まとめということで、今日はですね、青軸クリッキースイッチに関して特徴とかおすすめのキースイッチ、そして購入する際の注意点とかをお伝えしてきたような形です。青軸クリッキースイッチ欲しいなとか、試してみたいなと思っていただけたならば、私としては非常に本望で嬉しいですという感じです。で、クリッキースイッチ、なかなか手に取ることもないですし、あんまりですね、家電量販店行ったとしても少ないと思います。種類としては。なので、わかんないことあればコメントいただければですね、で、回答できる分に関しては回答させてもらえたらなと思いますので、わからないことあればですね、ご質問いただければと思います。それでは最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合にはぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もテンパパ TV ではこんな感じでキースイッチの紹介だったりキーボード周りの動画定期的にアップロードしていきますので、見逃したってならないようにぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。あとはですね、こういう企画で動画作ってほしいとかあれば、ぜひコメント欄にてお寄せいただければと思いますし、過去に上げたキースイッチの動画に関しては、上のところに載せておきますので、参考にいただければなと思います。それでは本日は最後まで動画をご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。